な硬いのにあんなに動くの？硬なのにしかもこんな外側についてるの。前はちょっと持ってみて。いやー、筒井さんが来ていただけるなんて。はい。いや、笑顔が素敵じゃないですか。ありがとうございます。笑顔だけで。いやいやいや。はい、それでは発売になった。そうですね、GRK5 なんですけど、ノーマルはノーマルで実は持ってきてるんですけど、今日持ってきてるのは2台ともオプションパーツが組み込んでます。こちらは HARM 仕様、でこっちは ARM 仕様なんですけど、基本的にはワイドサスマウントがこの幅広いですね。で、これに対して、ARM はいろいろ調整ができるので、HARM は新しくこの部品を作って、で全長がすごく短くなっています。で、サスマウントが広くなることで、蹴り感めちゃめちゃ増すんで、これから主力のオプションパーツになるんじゃないかなっていうのは思ってるんですが、あと、今回多分林さんの動画が一番最初に出ると思うんですけど、これの試作品が今できてるファンカバー。ファンカバー。はい。これまだ細かくは、詳細はまだ未定なんですが、アンプだとか、内から出してるこのファンの、こういったところに使っていただけるかっこいいですね。すごい。ファンのカバーが出ます。で、こっちのマシンは、バーチカルのままバッテリーを上にして、ちょっとどういう風になるかなっていう風のをずっとテストしてます。で、スプリングについては、いろんなバージョンを試作してて、ちょっとびっくりされるのは、多分これめちゃめちゃ硬いんですけど。ね、これさっきびっくりしましたけど。そうなんですよね。こんな硬くて、しかも外側っていう。そうです、そうです。で、すごい硬いんですけど、多分持っていただくと分かるんですけど、接地感がすごく高いので、結構面白いバネになったかなと思ってるんですけど、まだまだ市販化にはまだ何種類もテストするんで、まだまだ暫定のところなんですけど、あとこれがもうすぐ出るフラットなパイプ。このバーチカルに対して、フラットタイプの。こういうアルミのパーツでこう止めるようになってます。サーブをここから出すってことですよね。あ、そうです、そうです。で、ここの穴からサーボが出てくるんで、GRK5 のオプションパーツとしての展開なんですけど、その他進めてることもたくさんあるんですけど、とりあえず現状今できてる試作パーツってこんな感じで、ついでにお披露目をしながら、あとは、柴田ブランドから新しい帽子が出ました。はい、大人の方でもかぶっていただけるような、こちらもよろしくお願いします。キャンペーンガールみんな可愛いですもんね。可愛いですね。可愛いですよね。特に真ん中の方。あとは車的には最近僕の中のトレンドでもあるその逆トレールを採用してます。逆トレールとは、アクセル軸に対して、タイヤが外側で切れるっていうんですかね。アクセル軸がキングピンよりも外側にある。本当だ。でタイヤが自車なんかは結構逆トレールの車が多いんですけど、ちょっと少しそういうジオメトリーに近づけた車にしてます。カウンター出た時のタイヤの見え方というか、そこがすごく大事だったりするので、ひっそりも当たり前のようについてますけど、このボディマウント、これも試作品なんですが、もうこれ生産に入ってます。へえ、丸い。そうなんですよね。で、すごくコンパクトにできてるんで、基本的にはダンパーと一緒に灯締めできるような風に作ってあるんで、ボディの入力は全部ダンパーに行くようにしてあります。そんな感じでしょうか。すごっ。ダンパーに来る。そうですね。でボディ側はもうこういう風になるんで。なるほどなるほど。で、丸い分だけこうちょっと引っかかりがあるので外れにくいっていうのがありますね。なるほどなるほど。そんなところをやっております。3人のボディもバカ売れですもんね。そうですね。これアクティブさんの、カーボン R っていう狭小だったりとかですごく世界中で人気を博した 32GTR があるんですけど、それをまま10分の1のモデリングしました。かっこいいっすよね。モーター位置は蹴り感が強くなったっていうね。そうですね。話をすごい聞きますけど。映るかは分かんないですけど、モーターマウントのところのピニオンのネジが、モーターマウントのところから少しこう U の字に切り欠きがあって、そこからピニオンを入れるようになってるんで、モーターがすごく下がってるっていうのもそうなんですけど、ちょっとお分かりいただけるか分かんないんですけど、ここにも真ん中にこう棒が止まってるんですけど、
モーターマウント自体が、昔はこうまっすぐの状態にしたから3本だったんですけど、はいはい。今は T 型になってて、うん3本プラス4本でこう止めるようになってるんですね。うん。こういう T の字に止められるんですね。でモーターマウント自体の剛性も高いので蹴り感が上がるのがモーターが下がってることで軸重が上がってるっていうところあると思うんですけど、GRK4 から5に乗り換えたお客さんたちがみんなびっくりするのはこんなに変わるっていうぐらい変わります。まあ重量も 100g ぐらい軽いですよね。そうですね。でその辺もあるんですけど、やっぱりこうなるだけ後ろに寄せながら、足をしっかり使うような車にはしたつもりなんで。なるほど。やっぱリアンプ前提なんですか？僕の試乗車はリアンプにしてないんですよ。であくまでコンペ向きだったり、さらにどこまで行くんだろうっていうところも模索してるんで、今ちょっとリアンプなんですけど、バランスがいいのはここにアンプがあっても、十分速いし十分だと思います。なるほどなるほど。フロントとかもかなり変えた感じですよね。フロントはもちろんボールベアリングのアッパームなので触っていただけると分かるんですけど、ガタがないね。ガタが全くない。そうなんです。やばい。でその部分でベアリングの収動性が良くなってるっていうのとガタがないっていうのももちろんなんですけど、4なんか持ってらっしゃる方は意外と気づくんですけど、アッパームの取り付け時が少し1ミリずつ外なんですね。でより対地キャンバーに対してこう力が使えるようにこうサスピンの穴が少しずつ外側になってるんですね。こうよりそこは地味なんですけど結構効いてるところです。もう素組みでもめちゃめちゃ走るっていう。そうですね。もういじった方より走るっていうそういったお声聞いてい話をただいてます。えらい聞くんですけど、やっぱりそのぐらいパワーアップしてるってことですね。そうですね。見た目は例えばノーズコーンが短くなって軽量化されたりとか、モーターマウントが違ったり、リアナックルとかもいろいろ違うんですけど、そこよりもやっぱり基本性能が随分上がってるっていうのは大きいと思います。いやーすごい。セカンドロットいつ頃になりそうですか？5月末から6月には出したいと思って今頑張っておりますので、今しばらくお待ちください。はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。どうも。はい、ありがとうございます。やべえ。かっこいい。やべえ。斜めに返してもらえ小さい感じで。ば。はい、ありがとうございます。上がってるな。はい、すみません。じゃあノリさんの試乗チェック。全然コンペでもバリバリ戦えますよねこれ。そうですね。どっちかというとそっち向きな車なんで。なるほど。ありがとうございます。これもいいかったですよ。これ英語です。いやー、江川さん、こういうじゃないですか。いや、俺ここにしたい。ずっと言ってるんです。これすごいですよね、このマシン。ですね、いいですね。ぜひぜひ。何がやっぱりいいんですか。操作感ですね。操作感とこの設置感がしっかりしてますね。入力が分かりやすいです。ちょっと別次元な感じですよね、これ。そうですね。素組みでもこれに近い走りをするわけですよね。そうですね。結構入るのは完成度が高い。そうですね。お値段以上の価値がいや、あると思いますよ、これは。あるね。うん。これ買っとけば間違いないですね。そうですね。最初高いですけどね。全然いいと思います。でもオプション。ンパーツ後からいっぱいつけるよりね。そうなんですよ。ね。オプションパーツもそんなに。お
ウェイトトランスファーがこんないいとは。そうですよね。みんなやりましょう。でもあれですね。フォーもでもよく走りますよ。まあまあ走りますよね。びっくりするぐらい走るんですけど、ちょっとこれちょっとレベルが違うかなっていう感じがしますよね。あれ本当にいいですよ。ねえ。こちらノーマルの。でも外れて半年もあるんですもんね。ああ。これ欲しいですね。よかった。日常チェック。乗れませんよ。乗れません。えぐいな。ワークス2人の。50がいいっす。うわ出た。まあそうなるね。えぐい。